皆様お疲れ様です。いよいよですね、全面ナス混色への全塗装をですね終わらせようと思います。もうこれをやり始めてですね結構経つんですけども、縦割れとかですね、あとひび割れ塗装のですねなどがありまして、なかなか進まないわけですね。私の動画チャンネルを見てくださってる方ならですね、ちょいちょいショートとかコミュニティそちらの方で上げさせてもらってるんですけども、進捗状況的なのをですね、いやーもうただそんなこと言ってたらもう今年もちょっと終わりそうな感じなんで、どうにか今年中にはやっていこうと思います。それでですね、私のこのことをですね、剥げば一番いいんですけども、この下にはですねラッカー塗料、あと水性塗料2度3度といろいろ塗ってるわけですね。地層みたいになってて、これを剥ぐのは大変な上にですね、もう歴史もあるので、残しておこうと、あんまりよろしくはないんですけども、もう大体塗り終わって、残りがボンネットとドアぐらいなんで、どうにかちょっとやっていかないとっていう形ですね。今やってるのはもう見ての通りなんですけども、足付けですね。縦割れの補修がですねなかなか大変で、どうにかこうにかという感じです。でこの塗料がですねなかなかいい仕事してくれまして、刷毛目がですね粘土があるからか塗りやすいんでしょうね。後から結構馴染んできてですね、刷毛目がそんなに目立たないんですよ。結構優秀な塗料です。ただもうすでにですね絶版ですので、そこがちょっと悔やまれるところですね。その代わりですね、粘土が高いので垂れには注意ですよね。ガンガン塗れるんでですね、その辺はいいんですけども、このようにですね、もう外したりですね、マスキングとかもせず塗るのが良くないですね。ボンピンぐらいですね、もう一回外してつけた方がいいですよね。しかしちょっと面倒くさいのでこまめに、どうにか今年中に終わりそうですね。あとはこのウォッシャーのとこですね、私そのまま言ってますけど、もうこれ何回か経験あるんですけど、皆さん普通に気づいてると思うんですけど、ここ水が出るじゃないですか。ですのでここちょっと気をつけないといけないですよね。普通はマスキングしますよね。ちょっと私普通じゃないんでこのままいっちゃってますけど、お水が出なくなってちょっと面倒くさい展開になりますので、ちょっとお気をつけようということですね。お疲れ様です。ボンネットの塗りが終わりました。遠くから見るとですねなかなかいい感じですね。2メーターぐらい離れてみればもう言うことないですね。近くで見るといろいろ下地が悪いのと、ちょっと画像ではですね見づらいと思うんですけども、ものすごい砂ぼこりが入っちゃってですね、近くでですね大きな工事を2箇所ぐらいやってらっしゃっての砂ぼこりが結構入っちゃいましたね。これも一つの味としていいかなと。もちろんですね、その工事のことをイチャモンつけてるわけじゃないですからね。こんなとこで塗る私が悪いわけで、でもって感じですね。この辺露骨に垂れてますね。ちょっとこれから硬化を待ちまして、残りはサイドですね。サイドはちょっとローラーでやりましょうかね。まだちょっと足つけも終わってないんで、少しずつまたやってきます。おはようございます。昨日塗ってからですね一晩経ったのですが、
見たら悲しいことになってまして、水がですね、これ放射冷却的なですね何かと思うんですけど、って感じなんですが、ミラーとかもこんなのですもんね。で、私のとこなんですけども、山があってですね、その下でここ年中冬はですね日陰でジメジメしたとこなんですね。夏もジメジメしてるんですけども、それと思うんですよ。で、夜露がなったんでしょうね。全部水がついちゃいまして、もうダメな感じですねこれ。いや、非常に困りましたね。またこれ完全に降下してからやり直しになりますね。これエンジンだけかけてですね、ボンネットを温めときゃまだ良かったんかもしれないですね。もうこんなんですもんね。いつもは先ほどもお伝えしましたけど、こんな感じになるんですね。やっぱこの場所で浮遊するというのはちょっとあんまりよろしくなかったかもしれないですね。今ですね、エンジンをかけてボンネットを温めまして、上からですねじわーっとタオルで拭いてみました。いやー、これはほんと悲惨ですね。よーっと見るとですね、虫ちゃんとかもいっぱいついてるわけですね。自然豊かなとこでやるとですね、こういう弊害がございますよね。さあ、これどういたしましょうか。この上からまた塗ったらですね、なんか縮みとか起きそうな気がせんでもないですけど、もうローラーでいきましょうかこれ。いやー、結構なえなえですね。この辺もですね、この辺はまたハケでなんかそのまま上から塗ればなんかワンチャンいけるんじゃないかと思うんですけども、やはり塗装用は湿気が多い日はダメだよとメーカーやプロが言いますけども、これは本当のことですね。まさか夜露までちょっと考えなかったですよね。言っててもちょっと仕方ないんで、一旦横行きましょうかね。お疲れ様です。サイドはですね、もうちょっとハケ飽きたんでローラーで塗っていこうと思います。いや、もう殺菌ともですね、どうにか治ったというかですね、後で見てもらったら分かるんですけども、薄くですねハケでちょっと塗ってみました。ボンネットですね。ローラーでやったらよかったかもですね、あれ。ちょっと後で見てください。皆様お疲れ様です。おかげさまで完成いたしました。このような感じになっております。ボンネットもですねだいぶまともになりましたね。もう一度上から塗りました。ただこの辺がまだくすんでいますので、磨くか、もうちょっとだけ取りはあるんで、もう一度ここら辺塗るかですよね。で、こちら側なんですが、こちらは非常に綺麗に塗れたと思います。という感じですよね。で、運転席側がですね、映像で見るとあんまりちょっと分かりづらいかもしれませんけども、ちょっと上の方がですね、この辺ですね、全体的に白ぼけた感じになってますね。これはやはり昨日と一緒でですね、また気温が低くて霜かなんか分かんないですけど、放射冷却的なやつでしょうね。あれでまたこんな感じになっちゃいましたので、ちょっとここもこっちから見るとちょっと分かりやすいですよね。下は大丈夫なんですけども、この上の方向ですね、こちらはちょっと残り少ない塗料をどうにか塗るか、なんか磨いてどうにかなりそうな気配はするんですけども、やはり気温の低い日の塗装というのはなかなか難しいものですね。紺という色は偉大ですね。あれだけファンキーだった車がですね、紺にしただけですごいまともに見えるわけですね。この色は素晴らしいですね。多少ムラっているところもあるんですけども、夜ですね、街灯のないところで見ますともうほとんど分かんないんで、非常に綺麗に塗れたように
夜は見えますね。これなら上出来かなと私は思います。だいぶこの車両もできてきました。こちらがですね、もう早くも10年目になってますね。もともと買ったのがですね、整備工場にですね5年ぐらいこの車両放置されてたんですよ。で解体屋に行かないとかいう話で、私が格安でゲットしました。でそれから買っても10年目ですね。で4年間ぐらいはもうほぼノーマルなんですけど、で、YouTube 始めてこれでちょうど4年目になります。でその間にいろいろやったって感じですよね。車のカスタム自体も10年ぐらい離れてたので、YouTube やってよかったですね。でこれからはやはりオーバーフェンダーやってみたいですよね。リアゲートの真ん中の羽も作らないとなっていう感じなんですが、まだまだやることはあるんですけども、もう一旦だいぶできたなと、私の中での第一章の区切りですね。これからも続けていきますので、どうかよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、どうもでした。